タンクマ北店のクリス正弘でございます。今日はタチウオを使って、料理を3品考えております。けんちん蒸し、そして八幡巻き作りたいと思ってます。これをけんちん蒸しにします。身が大きいですから、まずは切りますね。あんまり大きすぎてもね、食べきれないので、この真ん中あたりから分厚い身を開きます。反対側も同じように身が分厚いところを包丁を入れていって、厚みを薄くします。ここに塩を、これ生ですから塩を振らないとダメですね。これがくず粉です。くずのパウダーにしたものですね。これを接着剤、けんちんっていうのはこれのことなんですけども、中国料理で細切りにしたものをたくさん入れた豆腐の料理です。これだけでも完成なんですけども、けんちんとしてはこれをタチウオに入れます。お豆腐と卵、入り玉にしたものを裏ごししたもの、豆腐は水切り豆腐を裏ごししたもの、人参の千切りですね、きくらげの千切り、そしてゆり根は蒸したものですね。それを混ぜ合わせてあります。味付けは薄口醤油とみりんで、これをここへで、これぐるぐるっとタチウオのこの銀色の部分ですよね。銀色の部分を見せないと、こういうふうにして、そしてラップですね、置いて、ラップで横から出てこないように押さえておいて、で全体にコロンとラップを巻きます。あんまりきつく巻かないで、ふわっと巻いた状態ですね。あんまりきつくしないように、輪ゴムはもうこの巻き巣を止めるだけです。このまま90度で10分間蒸します。蒸し上がったら、今度はだしに味をつけたものを上からかけますので、タチウオの味を味わいたいわけですから、あんまり濃い味にしてしまうと、その調味料の味になってしまいますね。だからあんまり濃い味にしないで、薄味ですね。塩と薄口醤油とみりんですね。これで甘辛味がついたわけです。昆布とかつおのうまみが入ってますので、特に難しいことは全くないです。でこれで美味しい味になっていることを確認したら、とろみをつけます。とろみは水溶きのくずをここに入れてかき混ぜるだけなんですね。でこれが、水溶きくずですね。あんまり溶きすぎないで、生クリームみたいにしてしまうと扱いにくいです。これ美味しそうな牛乳やなっていうふうに思うぐらいの白さでいいです。それができたら、だしの中に入れてよくかき混ぜます。そうするとだしにとろみがつくわけですね。で、こういうのをあんと言います。これを作っておけばどんな料理にでも合います。生姜の絞り汁です。生姜を吸って液体だけを用意しておきます。でこれで香り付けができましたので、添え野菜ですけども、何でもいいんですけども、大根と人参の紅白、そしてウグイスナのグリーンが入るだけで料理として完成するわけですね。
大根も人参もこのあんの中で温めておくわけですね。これをやってる間に先ほどの、けんちん蒸しが出来上がってきますので、器はこういう蓋物を用意しておきます。こういうのも冬は温めとかないと、熱々の料理を出したいのに器が冷たいとダメなんで、必ずこういうものはお湯を入れますね。で先ほどの、少し色が火が入るとあせますけども、こういうやつですね。こういうやつがのは取り除いて入れます。こういうふうに中に入っているものが半分見えてた方がいいですし、こっちはやっぱりタチウオの輪郭があった方がいいですよね。でこの上に大根と人参で紅白のデザインをします。青菜ですね。あまり邪魔しない程度にのせておきます。これを全体にかけて、あったかい熱々で召し上がっていただく料理にします。タチウオのけんちん蒸しの完成です。今度は尻尾の方の身ですね。こう細いところを生かして、するということですけど、ほんまに細いところばっかりでは負けません。これぐらいの長さがないと負けないです。また曲がりやすくするために包丁を入れます。これでうまいことこういうふうに螺旋状に巻いていくんですね。ごぼうは茹でて、その後、だしじゃなくて水で炊きます。これぐらいの太さで束ねて、これにこれを巻くわけですね。これをこういうふうに転がしていけば巻けるわけですね。これでずっと巻いていくと、ここの細いところがね、こう二重になってるので、これで串を打ちます。巻き終わりのところを打たないと外れてきますので、うなぎの八幡巻きもほぼ一緒なんですけど、こういう螺旋に巻きつけていって焼いていきます。生の魚を焼くときは必ず皮の方にこう反りくり返る性質があります。塩をしてとかタレにつけて時間を置いたものであれば皮を表にしても大丈夫ですけど、先ほどさばいたばっかりですので、こういう巻き方をしないとうまく焼けません。タチウオの銀の皮を表に出したい人は一塩して、塩が回った状態まで持ち込んでいただかないとダメです。でその場合塩味がついてますから、今度はタレの味を考えないといけない。これが全然生のものを焼いてますから全く塩してませんので、タレの味で食べていただこうと僕は考えています。あんまり一箇所ばっかり焼いてるとちぎれてしまう時があります。
焼けてないのに裏返したのはまんべんなく火を通したいという思いがあって、これ真ん中細いでしょ。だから真ん中の火は弱くしてあります。両サイドの身が分厚いんですね。真ん中を分厚く巻くっていうのはできないことはないんですけど、切り出しする時にこんなやつですね、こんなやつを切らないといけないんで非常に切りにくいので、こういう巻物っていうのは真ん中どうしても細くなります。うなぎの場合でも両サイドに身の分厚い方を持っていって、真ん中に細いところでぐるぐる巻いていく。うなぎは皮がしっかりしているのでつなぎますけど、これはそんなつなぐことじゃなくて、上手に巻きつけて串で留めて焼くという方法で今やってます。ごぼうは硬いですから生で巻く人もあるんですけど、私はもう召し上がる方が年配の人が多いので、ごぼうは柔らかく茹でます。ぬかと酢を入れて、柔らかく茹でて、それを一回洗って、で今度はお水にもう一回ごぼうを戻して、そしてもう一回炊くんですけども、その時に醤油味、砂糖も少しだけ入れて薄味をつけてます。もちろんこれからタレかけますから、ごぼうにもタレは入っていきますんですけど、やっぱり少し薄く味をつけておいた方が美味しく食べられると思います。このタレはお酒とみりんと濃い口醤油、たまり醤油、それから水飴が入って一度炊いてあります。普通に酒とみりんと醤油を混ぜて、それをかけて焼いても美味しくはならないです。それなりの味になりますけども、半分以下に煮詰めていくとこういうドロッとしたタレができます。タレをつけると焦げやすくなりますので、ちょっと中火に落としました。これで3回ぐらいタレをねかけ焼きにします。この焼いてる時にこうかけたタレがぐじゅ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 こう煮詰まっていくんですね。この下の方を見てると煮詰まっていってこう泡みたいなのが出てますよね。これがメイラード反応というのを起こしてます。メイラード反応を起こす前にこう焼き上げてしまうと美味しくないです。焼きたてをすぐに出す場合と、これをもう一回成形するという、焼き上がったやつを巻きすで巻いてもう一回蒸して形を整える。でそれを冷やして、でもう一回バットの上で焼くとビシッとした形。この外れかけてるやつもまたピチッとくっつきますから。で熱いですけど、これをこういうふうに同じぐらいの高さに揃えて、太刀魚の八幡巻きの完成です。日本料理アカデミーの焼き場の仕事を詳細に解説する日本料理大全シリーズ焼き場の缶がいよいよ3月末に完成いたします。
加熱で食材にどのような変化が生じるのか、加熱による変化をコントロールするには下処理が重要な役割を果たすことなどを科学的に詳しく解説しております。料理人が自分の焼き物をどのように仕上げるのかを考えるための今までになかった解説書です。ぜひ買って参考にしてください。詳しくは概要欄をご覧ください。